魅力的な黒猫の真っ黒で艶やかな毛並みと輝く瞳。しかし黒猫は魔女の使いや黒猫が目の前を横切ると不吉なことが起こるなど、悪いものの象徴として忌み嫌われてきた歴史もあります。一方で黒猫は幸運のシンボルとして大切にされることもあります。さまざまな毛色の中でなぜ黒猫が特別視されるのでしょうか。ここでは黒猫の歴史や言い伝え、そしてその毛艶の秘密についてご紹介します。黒猫の歴史。あなたは黒猫に対してどんなイメージを持っていますか？実は黒猫は国や地域によってさまざまなイメージを持たれており、現在に至るという歴史があります。それではそれぞれの時代や国の黒猫の歴史について解説していきます。古代エジプト。黒猫の歴史は古代から現代に至るまでさまざまな文化や信仰において特別な存在として扱われてきました。その歴史を紹介します。古代エジプトでは猫は神聖な動物とされていました。特に黒猫は豊穣の女神バステトの象徴とされ、保護され崇拝されました。黒猫を飼うことは富と繁栄をもたらすと信じられていました。中世ヨーロッパ。黒猫の受難を語る際に欠かせないのが中世ヨーロッパで大流行した魔女狩りの熱狂です。中世のヨーロッパでは黒猫は魔女の使いとされることが多く、魔女狩りの対象となりました。黒猫と一緒にいる女性も魔女と疑われ迫害されることがありました。この時期黒猫は悪魔的な存在とみなされることが多かったのです。特に黒猫が目の前を横切ると不吉なことが起こるという迷信が広まりました。これは黒猫が夜間に目立ちやすく、見かけた時に驚くことが多かったためとされています。実は黒猫がこのような標的になった理由として、古代からエジプトで聖なる動物とされていたこと、イスラム圏ではムハンマドが猫を大事にしたことから特別な扱いをされていたことなど、こういう風潮に大に敏感すぎたかつてのヨーロッパの宗教家たちが猫、特に黒猫に対して特別な敵意を煽った可能性もあると考えられています。こうやって歴史を紐解いてみると、人間の宗教間派閥争いという迷惑な歴史の犠牲者が黒猫たちだったということになります。その頃からの偏見が現在にも続いており、残念ながら未だにヨーロッパでの黒猫に対しての偏見は払拭されておらず、イタリアでは年間6万もの黒猫が迷信を信じた人々によって駆除されているという悲しい現実があります。このように悲しい迫害の歴史を持つ黒猫のために黒猫の日を制定している国があります。皆さんはご存知でしたか？アメリカは8月17日を黒猫に感謝をする日とし、悪運の象徴であると言われることが多く、保護されても家族がなかなか見つからない黒猫の認知を増やすために作られました。設立者はウェイン・モリスさんといい、黒猫を愛していた妹さんの命日で、世界中のシェルターにいる黒猫に家族が見つかるようにという願いを込めて作った記念日です。またイギリスでは10月27日を全英黒猫の日とし、黒猫の引き取り種が少ない里親が見つかりにくいということで2011年イギリスの動物愛護団体が制定。この日は黒猫の魅力を伝えていこうと呼びかけています。イタリアは11月17日が黒猫の日です。2007年にイタリアの動物愛護団体が制定。黒猫は不吉と考える人が多く、虐待されたり捨てられる黒猫たちを守ろうとさまざまなイベントや啓蒙活動が行われます。この世界の記念日に倣って日本ではイギリスと同じ10月27日を全国黒猫の日としました。これはハロウィンに関連しています。ハロウィンは古代ケルト人の祭りが起源で、先祖の霊とともに魔女や悪霊が訪れると信じられていました。黒猫はハロウィンの代表的なモチーフの一つで、暗闇に紛れやすいことから魔女の使いとされ、多くの装飾に使われます。しかしこの迷信が原因で黒猫への偏見が生まれ、
安楽死される例も多くありました。そこで黒猫に対する誤解を解き、安楽死問題への意識を高めるために全国黒猫の日が制定されたのです。世界の黒猫愛が伝わる記念日です。人間の偏見だけで不幸になってしまう黒猫がいなくなることを私も祈ります。同じように思った方はグッドボタンをお願いします。日本最古の黒猫の記録は鎌倉時代以前の平安時代初期、宇多天皇の鑑評魚期と言われています。この宇多天皇が飼っていたのが黒猫で、宇多天皇の黒猫への溺愛ぶりが記されています。このように日本で黒猫は愛されており、黒猫が不吉な象徴とされることも少なく、むしろ幸運のシンボルとされることがあります。江戸時代になると黒猫が恋煩いに効く、結核が治るといった迷信が広がったそうです。また黒猫が家に来ると繁栄や富をもたらすと信じられる地域もあります。現代、私の思い出の黒猫の曲として黒猫の単語があります。こちらは日本でカバーされた曲で、元は1969年イタリアの童謡コンテストで入賞した曲「ボレーボ・ウンガットネーロ」という曲で、題名を日本語訳すると「黒猫が欲しかったのに」という意味なのです。他にも現代において黒猫は多くのポップカルチャー作品に登場し、特にハロウィンや魔女をテーマにした作品での登場が目立ち、猫好きの中でも盛り上がるイベントの一つです。また黒猫は愛されるキャラクターとして描かれることが多いです。黒猫のキャラクターとして一番に思い浮かぶのは魔女の宅急便のジジです。皆さんは何が思い浮かびますか？ぜひコメントで教えてください。なぜ黒猫は黒光りするのか。私は黒猫が他の色の猫と比べてひときわ黒光りして見えるように思います。例えば白と黒の模様の猫の黒い部分は黒猫に比べて黒光りしていないように思います。皆さんはどう思いますか？気になったので調べてみました。黒猫が黒光りする理由についてはいくつかの要因が関係しています。1、メラニン色素。まず黒猫の皮毛にはメラニン色素が非常に高濃度で含まれています。このメラニンが光を吸収し反射を抑えることでより深い黒色を生み出します。2、毛の構造。そして猫の皮毛の表面は小さな凸凹や鱗のような形になっています。しかし黒猫の毛は他の色の猫の毛と比べて構造が若干異なり、毛の表面がより滑らかで光を効率的に反射する可能性があると言われています。3、光の反射。黒色は光をほとんど吸収するため反射する光が少なくなります。しかしわずかに反射する光が黒猫の滑らかな皮毛の表面で集中的に反射することで艶やかな印象を与えます。4、コントラスト効果。周囲の明るい環境と黒猫の暗い毛色のコントラストが黒猫をより光沢があるように見せる効果があります。5、健康状態。健康的な黒猫は栄養状態が良好で毛並みが整っているためより艶やかに見える傾向があります。また白と黒の猫の場合、白い部分が多くの光を反射してしまうので、この全体的な明るさにより黒い部分の反射が目立ちにくくなりますが、真っ黒の黒猫は毛色が均一なことにより反射する光が一定の方向に集中しやすくなります。そして白と黒の猫の白の部分は純粋な真っ白な毛の猫は少なくくすみがかっているため綺麗に光って見えにくいという点も挙げられるかもしれません。これらの要因が組み合わさって黒猫が特に黒光りして見える印象を与えているのです。やはり黒猫は黒光りしているようですね。ただし個体差や環境条件によっても見え方は変わってくる点に注意が必要です。この黒光りが一見クールに見える見た目をしていますが、どんな性格をしているのでしょう。次の章で性格と特徴についてお話しさせていただきます。黒猫の性格と特徴。まず黒猫の最も顕著な特徴はその名の通り黒い皮毛です。
しかし実際は黒だけではなく、黒猫も他の色の遺伝子を保有しています。ただし黒猫はこれらの遺伝子が表現されにくいのです。そのため黒猫の皮毛には時折白い毛が混じることがあります。真っ黒の皮毛に混じる白い毛は他の毛色の猫と比べて特に目立つ傾向にあります。また多くの黒猫は黒っぽいひげを持っていますが、稀に白いひげを持つ猫も存在します。目の色に関しては黒猫はメラニン色素が豊富なため濃い色合いになりやすいという特徴があり、一般的には同色、黄色、黄緑色などが多いです。黒猫の性格についてお話しいたします。個体差はありますが、黒猫は概して友好的な性格の猫が多いとされています。人懐っこく甘えん坊な傾向があるようです。しかしながら実際に黒猫を飼育されている方々からは意外にも臆病な性格という声も聞かれます。この点については黒い皮毛が自然界では目立つ色であるため、警戒心が強くなっている可能性が考えられます。黒猫の性格は性別によって若干の違いが見られるという説があります。特にメスの黒猫の方が警戒心が強く、飼い主以外の人になかなか懐かない傾向があるとの報告もあります。飼い方は他の猫と大きく変わることはないですが、やや甘えん坊の傾向があると言われるように、愛病が甘えん坊だなと感じたらスキンシップや遊びなどのコミュニケーションの時間を増やしてあげるなど、愛病の性格によって接し方を工夫してみると良いでしょう。黒い毛が特徴の病種。黒猫の病種といえばボンベイはご存知でしょうか。私はボンベイと雑種の猫の違いが分かりませんでしたが、実はこだわりのある病種で、雑種の黒猫は皮毛に白や茶色などの毛が混ざることがありますが、ボンベイに認められる毛色は黒一色のみで、漆黒にこだわって育種されたといいます。またボンベイの瞳の色は混同色に限られていますが、雑種の黒猫は戦術したようにさまざまな色を持っている点も大きな違いの一つです。他にもある黒い毛色が出る品種として、元は山猫と黒猫の交配で誕生したベンガル、またアメリカンショートヘアなど特有の毛柄が印象な品種の中からも黒猫が生まれることがあります。その他マンチカン、ノルウェージャンフォレストキャット、ジャパニーズボブテイル、ペルシャ、バーミーズ、メインクーン、ターキッシュアンゴラ、アメリカンカールなどにも真っ黒の黒猫は存在しているんです。いろんな病種の黒猫をみんな集めてみたいですね。今回は黒猫についてお話しさせていただきました。初めて知ったという方はグッドボタンお願いします。気になった雑学についてなどのコメントもお待ちしております。こちらのチャンネルでは今回のような猫の雑学、病種の歴史や特徴についての解説動画を配信していきます。もっと猫について知りたいと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。